皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日もですね、鬼滅の刃、今回は遊郭編の第9話と10話ですねについてまたお話ししながら日本語を紹介していきたいと思います。いよいよね、終わりに近づいてきましたね。はい、ラストスパートになりますけど、9話と10話ね、結構もう話したいこといっぱいあるんだけど、とにかくバトルもすごかったんですけど、とにかく映像が綺麗すぎてもう何が何だかよく分からなかった。はい、じゃあ早速いきましょう。それではスタート。はい、まずですね、第9話のタイトルなんですけれども、上限の鬼を倒したい。はい、これは天元様と嫁3人のお話になります。上限を倒したら引退して普通の人間として生きていきましょうよって、はい、お話ししていましたね。ってことは、天元様はもうリタイアするつもりで行ったんだね、今回のその遊郭が終わったら。そんなシステムもあるんだね。なんかリタイアしますって言ったらリタイアできるんだね、柱ってね。でも今まで頑張ってきたからってことですね。ちなみに嫁3人の中で私スマが一番好きです。はい、理由はシンプル、可愛いからです。はいで炭治郎はね、日の神神楽を使おうとするんですけど、もう力が出ないんです、炭治郎は。でその時にダメだ、体力がない、踏ん張れないと言います。はい、でこの踏ん張るっていうのは結構鬼滅でもそうですし、他のアニメでバトルシーンでもよく出るので、ちょっと意味を確認しておきましょう。はい、踏ん張るっていうのは、足に力を入れて倒れないようにすること、負けないようにすることですね。グーって。はい、で炭治郎は神楽を使いたいけど使ったら立っていられない、そのような状況なので踏ん張れない。でそこで水の呼吸と日の神神楽を合わせた技を出しますね。綺麗でしたね。綺麗って思いましたね、私は。はい、そして炭治郎も頑張るんですけど、牛太郎がどの道しまいだと言います。このね意味なんですけど、このどの道っていうのはよく使います、結構。はい、簡単に言うと、どの道に行っても結果的に同じことになるっていうことですね。どの道。はい、で、しまいだっていうのはおしまいですよ、終わりですという意味ですね。はい、なのでこの牛太郎が言ったお前はどの道しまいだっていうのは、炭治郎がね、強くなっても強くならなくても結果的にもう炭治郎はもう死ぬよっていうことを言っていたっていうことですね。はい、炭治郎ね、大ピンチっていうところだったんですけど、天元様が登場しました。かっこいいね、天元様かっこいいね。やっぱこう煉獄さんもそうですけど、やっぱ柱ってこう兄っていう感じがしますよね。お兄ちゃん感がすごく強いよね。で、その一方でね、伊之助と善逸は堕鬼と戦っていました。はい、で首を切る方法を、一生懸命ね伊之助がこうやって考えるんだけどね、結局何も思いつかなくて、とりあえず走るっていう伊之助がね、めちゃくちゃ可愛かったね伊之助大好き人間。で、その反対にね、善逸はね、本当に誰ですかってぐらいね、めちゃくちゃしっかりしてて、なんか話し方とかもね、なんかすごい紳士的になって、で牛太郎のね首を切ろうとしてるシーンで天元様が「かまど踏ん張れ」って言ってましたね。はい、さっきちょっと勉強した踏ん張るってことですね。かまど踏ん張れで、3人で堕鬼の、首を切りました。はいね、このシーン結構良かったですね。その炭治郎と善逸がサポートして、伊之助が真ん中をこう走ってね、伊之助よく頑張りました。で、そう思ったんですけど、牛太郎にね刺されてしまいました、伊之助。あらちょっとね、私の伊之助に何やってんのってね、ちょっと思いますけど。はい、で、9話に行きます。
で、タイトルはね、絶対諦めない。絶対諦めない。ね。はい。炭治郎っぽい言葉ですよね、これはね。で、最初はね、炭治郎と牛太郎のシーン、ちょっと見るの辛かったね。ね。完全になんかこう、いじめみたいな感じで、ちょっと炭治郎をいじめないでよって思ったけど、牛太郎のシーンは結構怖かったですよね。あとこのバックでかなり火がね燃えてたんですけど、本当の火みたいで結構ちょっと、怖かったですね、あのシーンはね。で、牛太郎が炭治郎にみっともねえなと言いました。はい、このみっともないってね、何回も言ってるんですけど、意味はちょっと見たくないぐらい、もう目で見れないぐらい恥ずかしい姿だってことですね。みっともない。これもよく、使いますね。よく聞くのは、なんかお母さんとかが子供に言ったりする。みっともないとか言って、男の子とかにね、言ってることをよく聞きますね。あとは食べ方が汚い時とか、マナーが悪い時とか、人にねどう見られるかって時に、それみっともないからやめなとかね、すごいなんかお金みたいなこと言ってる人にはみっともないとか言ったりしますね。で、炭治郎はね、その一人で逃げる姿が恥ずかしくて見たくないぐらいひどい姿だったっていうことですね。でも逃げてなかったですね、炭治郎くんで。善逸が復活して2人で首を狙います。で、その時に善逸が、炭治郎がこの千載一遇を作った、絶対に切るって言いました。これね、また前回に続いて四字熟語なんですけど、千載一遇、これいい言葉なので、あんま使わないですけど、使ったら結構かっこいい言葉なので覚えておくといいと思います。千載一遇っていうのは1000年に一度しか来ないような、めったにないいい機会ですという意味ですね。ビッグチャンスってことですね。ビッグチャンスで、天元様もね、伊之助も復活で、牛太郎と天元様の戦いはね、もうすごかったですね。音の呼吸と血気術、どちらもね早すぎって思いましたね。でも綺麗だった。なんか花火見てるみたいだったね。もうこれに関してはツイッターでも結構トレンドになっていたらしくて、もう映像が綺麗すぎて何が起こってるのか全くわからないって言って、で2人の首を切りましたね、また。でもね、最後ね、なんか牛太郎の血が爆発してましたね。天元様が逃げろって言って爆発して、そしてエンディング見ました皆さん？エンディング映画なのかなって思ったよね、エンディングね。続き気になりますね。次回は最終話になります。もしわからないことがあったら日本語でね、ぜひコメントで、質問してきてくださいね。じゃあそれではまた次回、さようなら。